感染症危機はいつ来るか分かりません。政府では新たな感染症危機が発生しても迅速・柔軟に対応できるよう、令和6年7月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画を全面改定しました。また、高市総理大臣の下で初めてとなる感染症危機管理対応訓練を令和7年11月に実施いたしました。今回の訓練は、新たなインフルエンザが海外で発生した場面を想定し、政府の初動対応手順などを確認しました。実施した訓練項目は次の通りです。まず、関係省庁対策会議訓練の実施状況です。政府行動計画では、海外で新型インフルエンザ等の発生を確認した場合、厚生労働省や外務省などの関係省庁などの間で情報共有を行うこととなっています。今回の訓練では、海外での発生状況、在留邦人の状況および関係省庁などの初動対処の状況について情報を共有しました。次に、政府対策本部会合訓練の実施状況です。海外で新型インフルエンザの発生を確認した場合、厚生労働大臣から内閣総理大臣に対する報告の後、国は新型インフルエンザ対策本部を設置し、対応に当たります。今回の訓練では、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザに対する政府の基本的対処方針を決定する手順などを確認しました。高市総理大臣からは、総理指示として次のような指示がありました。X 国において発生した新型インフルエンザについては、国内への侵入をできる限り遅らせること、その間に国内での患者発生に備え、万全の体制を構築することが重要です。そのため、関係閣僚におかれては、基本的対処方針に基づいて、対策本部の下で緊密に連携し、検疫の強化と水際対策を強力に進めること、国民に対し科学的知見等に基づいた迅速かつ的確な情報提供を行い、差別・偏見や誤った情報の拡大を防ぎ、在留邦人を含めた国民の安全・安心を確保すること、国内患者の発生や感染が拡大する場合に備え、検査・治療体制の確立、物資の確保等を早急に進めること、この3点を中心に先手の対応をお願いします。訓練終了後には、高市総理大臣から、こうした訓練を踏まえ、内閣感染症危機管理統括庁を中心として、平時からの備えに万全を期すよう指示がありました。次に、初動対処に係る大臣と知事等との緊急連絡会議の実施状況です。政府対策本部会合が終了し、その決定事項等を都道府県に対し、迅速・確実に伝達する手順などを確認しました。木内大臣から各都道府県知事等に対して、政府対策本部会合で決定した政府の基本的対処方針や総理指示等を説明した後、国立健康危機管理研究機構の国土理事長から地方衛生研究所との連携状況や患者発生に備えた受け入れ体制なども含めた対応状況についての報告がありました。出席した知事からは、新型インフルエンザの今後の国内発生への備えとして、医療・検査・保健所体制の整備、感染症対策物資の確保、住民への情報提供等といった準備状況等について報告がありました。訓練後には、本年度政府の訓練とシナリオ連携して訓練を実施した吉村大阪府知事と木内大臣から訓練公表が行われました。感染症危機発生時に迅速に対策を講じていくためには、平時から訓練を通じて対応を確認することが重要と考えています。新型コロナ対応の経験も踏まえた実践的な訓練が不可欠であります。とりわけ国、
そして地方の緊密な連携が重要であることを重ねて申し上げます。内閣感染症危機管理統括庁をはじめとする関係機関は、今年度の訓練で得られた成果をもとに、取り組みの不断の点検・改善を重ねることで、次の感染症危機への対応に万全を期します。